リスが死な侵略の牙城を構えて100年、前頭さながら一つの要塞を組み立てる香港島へ、海戦壁島陸軍部隊に呼応して我が海軍部隊もまた猛攻を開始。新見最高指揮官の激励を受けて一子報告、敵前上陸決行の時は来ました。空からは敵軍事拠点をしらみつぶしに必中の巨弾を浴びてかける。我が荒鷲陣の給水に敵船団もまたあるいは沈没し、あるいは各出し、敵として声なし。猛虎の崩れゆかんとするイギリス軍、昔日の誠意を呼び戻すにすでもなく、わずかに機雷を敷設してアー軍の上陸を阻まんと図りましたが、決死掃海艇隊の活躍は功を奏し、海軍陸戦隊は見事敵前上陸に成功しました。我が肉薄攻撃を支えるによしなく、難攻不落を豪語して香港島要塞によった敵は次第に後退。さながら落城の運命を物語るかのごとく、アジアタンク軍需倉庫は延々として燃えあり、ついえ去るイギリス帝国侵略の夢を弔うがごとし。香港の運命ここに極まり、12月25日午後5時50分、ついに我に降伏。香港の陥落は世界に告げている新秩序建設の黎明を。陥落した一大要塞を前にして、新見海軍最高指揮官は我が将兵陸戦の後を静かにたどっていきました。東洋民族の幸福を奪い去って自らの幸福を築き上げたイギリスが暴虐の後は、ここに記され、囚われてなお恥を知らぬおびただしい海兵の姿に、東亜から退いていくアングロサクソンの挽歌が忍ばれるのでありました。昭和16年12月28日、世界の耳目をこの一点に集めて感激の入場式を挙行。南シナの空を圧し、香港上空に砲翼を連ねて航空部隊がまず空からの入場を行いました。日本がアジアに投げかける希望の光、この日この時銀翼3として輝く。地上には生死に刻む栄誉を担って感激にむせぶ将兵が整列すれば、堺陸軍新見海軍両最高指揮官は駒を並べて閲兵を行いました。この日を見ずして懺悔した亡き戦友の英霊よ安かれ。新しき歴史は今始まる。東洋民族を即下に踏みにじって築き上げた暴虐イギリスの仮面、もろくも地に落ちて、
アジアはアジア人の手に回復されようとしている。